スタッフが閉じ込められました。今までこんなことなかった。なんでオープンの日にこんなことになる。こんな表示見たことあります？そんなことある？エレベーターストップって。今日も嫌な予感。開店の瞬間にストップの表示。何したお前ら、時間あっただろ昨日。これぐらいやってこいよ。何してきたお前ら。やれ、今すぐ全員覚えろこれ。元自衛隊の屈強ホストが軍隊を再建するが、ぶっちゃけホストやって思ったのはなんかこう本当辛いことがずっと多くて。そしてごめんね急にやめて。元 JR 車掌の悔し涙。その結末は、あなたは入社してすぐその職場が消えたことありますか？ザ・ローランドショー開幕。記録的猛暑が続く歌舞伎町。事件の舞台はその一角に佇むホストクラブ、ザ・シック。この日は記録すべき一日になると現代ホスト界の帝王ローランドに聞いた。じゃあタワーコール、姫担当1人の方がいい。珍しくグループ会長自ら一番乗り。ローランドお決まりの登場パターンといえば、じゃあ全卓まず挨拶いくわ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。主役は遅れて登場と言わんばかりに店内がいい感じのところで出勤していたが、いらっしゃいませ。めちゃくちゃ早くいらっしゃったんですね今日。そうですね。今日は自分のケアは後回しで開店準備に勤しむ。というのも、いやーもうあれですね、閉店からちょうど8ヶ月かな。そうですね、大体長かったですね。空家賃また払って得意技。あ、空家賃払ってキープしてたんだ。それはね、家賃払わないとここ追い出されちゃうんで。内輪もめの結果、年明け早々しれっとお店を畳んでいた。5年前の場合は、担当直入にまず最初に言うと、今日付で、ザ・クラブ自体を閉店することになりました。そう、コロナによる閉店だ。ローランドが初めてお店を出してすぐのことだった。いろいろ考えた結果、みんなのことも考えて、これが最大限の判断だなと思って、こういう判断になりました。考えてもみてほしい。世の中の都合がある。経営者の都合がある。しかし振り回されるのはいつも従業員なのだ。あの子の気持ちを分かってないだけで終わりなんだよ。厳しいこと言っちゃうと。わかりました。結局どこで働けばいいんですか？ローランド社長が戻ってこれる時のためにザ・クラブっていうお店だったんですけども、そのザっていうお名前をそのまま借りてザ・シックっていうお店をオープンする運びとなりました。こうしてザ・クラブ所属キャストは新たなボスのもと新たに作るお店に勤務することとなった。これが分かりにくかった。なんで返したの？2つしたくないから。失礼極まりなくない？
蓋を開ければ意思決定をするのはまあお前遅刻してきたの？もう帰っていいよマジで。一挙手一投足に至るまで全て鬼軍曹黒崎店長だった。その結果会長ありがとうございます。すいませんでした。いやいやありがとうございます。はい。菓子食べてね俺の。はい、いただきます。はい。ちょっと最後ぐらい見送らせてください。お疲れ。まあなんかいろいろありましたけど楽しかったですわ。すいません、ありがとうございます。頑張ってくださいよ。ありがとうございます。ありがとうございました。今日です。今日で何？あ、今見ました。やめた。ローランド会長に行って今日からやめてほしいって。そんなやめんの？俺の知らないとこで。内輪もめと言われても仕方がない。ようやく決まった職場までいきなり閉店してしまった。なんかシックは黒崎派閥、本店はローランさんみたいな感じになってんのもあんまりしょうもない。マジしょうもない。まあでも世間はねシック見てると思うんで、まあどうせダメでしょって多分言ってくると思うんですけど、これで再建し終わったら俺趣味の欄に立て直しって書こうかな。特技趣味ホストクラブ立て直しとおどけてみせるローランドだったが、多くの従業員の生活を背負って非難を浴びた。そんなローランドにとって今日は本当に特別な日なのだ。お店の再開には話題も必要だ。新しい仲間もパッと見旬に見えません？ああ確かに旬2世をスカウトしてきたんですよ。やっぱ再建には旬必要だなと思って2世になれればシックは絶対大丈夫だと思う。旬のいる店は流行る。ちょっと責任を持って頑張ります。この新人がまさかの数時間後、高級シャパンロージャーグラド一発いただきました。ありがとうございます。いろんな意味で店内を震撼させる。一連のお家騒動でほとんどのホストがいなくなった。だからこそ残った数少ない従業員は結束が固い。一方一人黙々と背中を見せる。お客さんの頭の位置、一点の曇りも許さない。ポスト歴2年元 JR 車掌の颯太。遡ると以前のザ・シックはいわば猛者の巣窟で、嘘でしょ？本当に言ってんの？鬼軍曹と一緒にあっという間にお店を捨てた猛者たちと、ここに残る以外になかったひよこの颯太。そんな先輩たちへの憧れはいつしか嫉妬に、そして怒りへと姿を変えていた。ただそれはすぐに権力の源となった。なんかこうお店の看板にもソタさんの顔が載ったりとか、今だって2年でしょ？今2年ちょいですね。2年でなんかこうお店を代表する。これじゃなくていいよ。どうですか？まあ正直全力でやってきたし、数字も役職もそれなりに残してきましたけど、やっぱりその代々こう受け継いできた先輩方がやっぱりいろいろあってこうガッてやめたじゃないですか。だから
世間からも多分こう思われてるんだろうなとか自分でもこう思ってるけど、やっぱ棚ぼたな部分は正直あって、そうでもそこを払拭できるように今後の行動だったりとか言動とか、じゃあ例えば数字役職とかでみんなに納得してもらえるような行動を取っていければいいなって、水木聡太がその代表だよねみたいな感じって正直半々だと思うんですよ。いやあいつがみたいな声もあったり、あいつだったらっていう人もいればだと思うんですけど、みんながみんな多分納得してるわけじゃないっていうのは自分では思ってて、だからそこにこう合わせていけるように期待してくれてる人もいるから、後輩たちもいるから頑張んないかなって。上が抜けると必然的に自分の番が回ってくる。ロケット鉛筆方式の人事はホストも同じ。権力を握った今、今度は引け目を感じるようになっていた。冷静に考えるとホストになってまだ2年、人をまとめる根拠がないと早速後輩から。そうさん逆っす。逆っす。何が？これ逆っすね。すいません。先生すいません。お客様上座側なんで。すいません。先生これさ先生本当。それで下座と上座理解していただけると。先生本当に。今は笑って済ませたが、後に怒号が飛び交うことに。シャンコ練習する人いない？今日何本かシャンパン入ると思うけど。いやお前ら全部できんの？その棒読み感が牛島君的ホラー感のこの男。異色の経歴を持つ彼も颯太と同じく上が抜けたことによりホスト歴わずか1年3ヶ月で店の幹部的存在に。なんでお前ら覚えてないの？お前ら昨日覚えてこいっつったらなんで覚えてないの？やはり怖すぎる棒読み切れ。何ら問題ないシャンパンコールに聞こえたが、広海の勘に触ったのがBGM と歌声の微妙なズレ。お前ら演歌歌手かよ。何したお前ら？時間あっただろ昨日。これぐらいやってこいよ。何しに来たお前ら。やれ今すぐ全員覚えろこれ。ムカつくわ。女性客に向けたパフォーマンス、シャンパンコール。イケててなんぼのコールが演歌調では困るのだ。必死の広海。今夜だけは演歌はシャレにならない。ミスってるなって思っても俺修正しに行くから、はい、だから自信持ってやってほしい。声変に小さくなる方が変になるから。わかりました。なんかね、お前の音程全然取れてねえなってところがあったんですね。シックでは常識さのところとか。牛島くんより冷徹なダメ出し。振り返ると本来の音程はもう一度2つを連続で聞いてみると確かに微妙にずれていた。牛島くんの指導は
気合い入れてやればもう大丈夫だから気合い入れてやって。わかりました。ヒロミがここまで歌にこだわる理由、それは密着ディレクターが個人インタビューをした際に明らかになった。芸能人になりてえみたいな。なんかでも歌が好きでしたね。なんか歌うまそう。それでたまたまその地元の友達に会ったら、俺今ダンスしてんだよね、どこでやってるのって言ったら、その EXILE の学校があってそこでダンスやっててみたいな、そこにボーカルもあってみたいなの聞いて、これだと思って、で速攻で電話かけて、でボーカル希望なんですけどみたいな感じで、オーディションあってオーディション受かって入って、場所は違えどマイクを握れば思い出すあの頃の夢。これぐらいやってこいよ。何しに来たんお前ら。人前で歌うこと、それが仕事なのは今も変わらなかった。ちょっと管理会社電話してくれ。ってことはさ、これ左がもう中。ローランドが向かったのはエレベーター。一体何が？スタッフが閉じ込められました今までこんなことなかった。なんでオープンの日にこんなことになる。こんな表示見たことあります？そんなことある？エレベーターストップって。電波入んの？そのエレベーターの中のやつらは連絡取れる？それで通信連絡。そういうことね。ビルの3階に位置するザ・シック。お客さんも利用するエレベーターがまさかの停止。誰か中入ったままってことですか？そう映画やん大変やった。お前水飲め、水を飲め。おかえり。閉じ込められました。エレベーターにあんなエロ展開いらないっす男2人で汗かいてきちゃったとか言って。こんな日にこれがわざわざ開店の30分前に起こり、なんか久々に緊張してるな俺。いや分かるっす。分かるっす。緊張しないんだけど。緊張してんだよ。黒崎店長が立ち上げたザ・シック。なんと初月の売り上げは1億円。これは夜の街の記録を塗り替え、当時歌舞伎町の度肝を抜いた。店の歴史が、過去の栄光が、再建の鍵を握る二大巨頭に重圧をかける。急に寝れなくて俺。大出所ふわふわするよね。昨日からなんかずっとおかしい。ただこれまでの歴史に新たなページを刻む瞬間は刻一刻と近づいていた。おはようございます。ね、ぶっちゃけすげえ強い思いがあるっす。俺にもだし、さっきソーダさんとも話したけど、だから2人とも昨日からずっとなんか緊張してて、もう難しいことはとにかく言わないんで、とりあえず今日無事全員が全員最高のパフォーマンスができて、最高のオープン日にできるようにしっかり気持ち入れ替えてやってほしいなって思います。シャンコも死ぬほど声出してください。よし、気合い入れていこう。ローランドグループのザ・シックっていうお店、もう歌舞伎町どころか日本、もっと言えばもう海外の人とかがみんな知ってる店舗の立ち上げメンバーをできるなんて俺も思ってなかったし、みんなも思ってなかったと思うんですね。でやっぱり俺はザ・シック再建とは言ってるけど、もう新しいシックだと思ってるから、今までのことを忘れてとは言わないけど、心機一転新しい気持ちでやっていきたいなと思ってるから、不安はたくさんあると思うけど、みんなは前だけ向いて突っ走ってくれればいいから、あとその横の細かいこととかは、俺とかヒロミとか運営陣のみんなと内勤さんとやってるから、とりあえずみんなは前だけ向いて全力で、今日も、今後も駆け抜けてください。 OK ですか？行こう行こう。
じゃあいくよ。ザシック最近でとやかく言われるかもしんねえけど、俺らのやり方で成功証明してやりましょう。いくぞ。ナイス。次回これがまさにこう俺が求めてたこれシックだなっていう。描いていた青写真に色がつく瞬間。面が豪華すぎる。ありがとうね。俺もうマジで YouTube のファンみたいになってるわ。誰もがこの日を首を長くして待っていた。ホステスで思ったのはなんかこういいことばっかじゃないっすね。いいことばっかじゃなくて辛いことがずっと多くて。思わずはち切れた。耐え忍んだ8ヶ月、たまりにたまった思いが今頬を伝う。